こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックカラーズのソフト紹介です。この間リマスター版が発表されたあれだな。そうです。リマスター版の、ソニックカラーズアルティメットの発売が決まったので、この機会にオリジナル版を振り返ってみましょう。本日のラインナップはこんな感じです。ソニックカラーズアルティメットの購入を検討している方には特に必見の内容なので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは、早速スタートです。ソニックカラーズは、2010年に発売した作品です。Wii 版と DS 版がありますが、この動画では主に Wii 版を紹介します。物語の舞台は、ドクターエッグマンが宇宙空間に建設した、エッグプラネットパーク。エッグマンが今までの悪事のお詫びにと作った遊園地です。エッグマンがお詫び？信じられないな。ソニックたちもそう思い、エッグプラネットパークに向かいます。すると案の定、エッグマンはウィスプという、体に大きなエネルギーを秘めている宇宙人を捕まえて、世界征服のために利用しようとしていました。ソニックたちはウィスプたちを救うため、エッグマンの野望に立ち向かいます。すごくわかりやすいストーリーだな。今作のシナリオは、ソニックシリーズの中でもかなりシンプルです。また、初めてアメリカ人のシナリオライターを登用した作品でもあり、随所に海外のノリが見受けられます。アメコミでよく見るやつだ。ソニックは海外での人気が大きいので、海外ユーザーへの受けを狙った采配でしょう。この点に関しては、評価点、問題点の項で、もう少し詳しく解説します。今作のゲームシステムは、基本的には従来の 3D ソニックと同様、走る、ジャンプ、ホーミングアタック、スライディング、などのアクションを駆使して、ステージを攻略していきます。また、前作のソニックワールドアドベンチャーで採用された、3D と 2D の融合、2.5次元ステージも登場します。ゲームの進め方は、まずはエリアを選び、その中のステージを攻略。そしてエリアボスを倒して、次のエリアへ行く、というものです。ゲームシステムもかなりシンプルなんだな。基本的な部分はシンプルですが、今作には、カラーパワーという特徴的なシステムが搭載されており、これが良いアクセントになっています。ウィスプたちの力を借りて、ソニックが様々なアクションを繰り出します。どんなのがあるんだ？ Wii 版では、8つのカラーパワーを使うことができます。まずは、ホワイトウィスプのホワイトブースト。シアンウィスプのシアンレーザー。イエローウィスプのイエロードリル。ブルーウィスプのブルーキューブ。グリーンウィスプのグリーンホバー。オレンジウィスプのオレンジロケット。ピンクウィスプのピンクスパイク。そして、パープルウィスプのパープルフレンジーです。めちゃくちゃあるな。しかもどれも全然違う。最初はホワイトブーストしか使えませんが、ゲームを進めていくと使えるカラーパワーが増えていきます。最初の方のステージも、色々なカラーパワーが使えるようになってから再度訪れると、新しいルートを発見できたりします。面白そうだけど、なんかソニックらしくない気もするな。スピード感が損なわれているような。一見そう思われがちですが、実際やってみると全然そんなことはありません。ソニックのスピード感とうまく調和した、いいシステムだと思います。今度は、ソニックカラーズの評価点と問題点をご紹介します。まず評価点は、カラーパワーシステム、賑やかで綺麗なステージ、ストレスフリーな操作性、の3つです。カラーパワーはさっきも紹介したように、ソニックのスピード感を損なうことなく、ソニックの新たな可能性を提供しています。プレイヤーたちからの評価も高く、後のソニックシリーズでも多く採用されています。また個人的に素晴らしいと思うのは、カラーパワーを使わなくても全ステージクリアできる、という点です。なんと、そんなことできるのか。カラーパワーを使って様々なアクションを楽しむもよし、使わずに縛りプレイを楽しむもよし、一本のソフトで色々な楽しみ方ができます。続いてステージについて。今作は、ステージのレベルがとても高いです。舞台が宇宙の遊園地であることもあり、とても賑やかで綺麗なステージがたくさんあります。パレードみたいだ。他にも、お菓子、自然、ジェットコースターなど、色々なモチーフのステージが存在します。これらのステージが、機種が Wii であるにもかかわらず HD 顔負けのグラフィックで描かれています。リマスター版では、これらのステージがさらに綺麗なグラフィックで描かれると思いますので、とても楽しみですね。また、ステージの構成も足したようです。
たすら突っ走って疾走感を楽しむステージもあれば、ステージの仕掛けを解いて進むステージもあります。人によっては、スピードステージだけでいいという意見もありますが、個人的には、色々なステージで遊べて楽しかった思い出があります。このような様々なステージにカラーパワーが加わるので、何度も楽しむことができます。そして最後は、ストレスフリーな操作性です。地味ですが、めちゃくちゃ重要な長所です。今作は、ステージの左右に壁が設けられていることが多く、スピードを制御できなくて落下することが少なくなっています。さらに、ホーミングアタックのロックオン時間が長くなっていたり、2段ジャンプというアクションが追加されたので、リカバリーがしやすい仕様になっています。前作のソニックワールドアドベンチャーは、めちゃくちゃ難易度高かったもんな。ソニワドは良くも悪くもアシストが少なかったので、初心者にはかなり厳しい難易度でしたね。対してソニックカラーズは、かなり手厚いアシストがついているため、初心者の方でも安心して遊ぶことができます。続いて問題点です。問題点は、ストーリーが淡白、ボス戦の使い回し、ソニックの性格、の3つです。まずはストーリーが淡白という点。動画の冒頭で、エッグマンに囚われた宇宙人を救い出す、という話をしましたが、このゲーム、本当にそれだけなんです。伏線とかもないのか？ありません。エッグマンを倒してウィスプを救う、ただそれだけです。ウィーバンに関しては、登場するレギュラーキャラも、ソニック、テイルス、エッグマンの3人のみです。ソニックにストーリーを求めていない人にとってはいいかもしれませんが、私はソニックのストーリーだったりキャラクターが大好きなので、少し物足りなかったですね。名前はサッカーだって。次に、ボス戦の使い回しです。今作は6つのエリアがあり、それぞれにボスがいるので、ラスボスを除くと6体のボスがいます。しかし、エリア1から3のボスが、4から6で使い回されています。本当だ。ほとんど一緒だ。もちろん多少のマイナーチェンジはありますが、倒し方は基本同じです。通常ステージの完成度が高いだけに、ここはもったいなかったかなと思います。最後は、ソニックの性格についてです。今作はシナリオを海外の方が担当していると説明しましたが、その影響か、ソニックがアメリカンジョークを連発します。でもソニックって、結構軽口言うタイプじゃなかったか？そうなんですが、今作はあまりにしつこいんです。前ムービーで何かしらギャグを言っています。例えば、急にテイルスに憲法を教えると言い出したり、倒した敵に話しかけまくってテイルスに呆れられたり、思ってたんだけど、その顔じゃ俺に勝てないぜ。もうちょっとマシな顔だったらよかったのにな。ソニック、やっつけたロボットにいつまで話しかけてるの？これは確かにやりすぎ感があるな。ちょっとかっこ悪いというか。そうなんです。もちろん面白いものもあるんですが、ちょっとしつこすぎるのでソニックが変な人になってしまっています。あまりソニックに馴染みのない人は気にならないかもしれませんが、ずっとソニックをやってきた人は違和感を感じてしまうと思います。最後にまとめです。ウィー版ソニックカラーズを、ストーリー性、ゲーム性、難易度、おすすめ度、の4つの観点で評価すると、このようになります。ストーリー性は、少しシンプルすぎるために。ゲーム性は、ステージの構成やカラーパワー、絶妙な操作性など、素晴らしい点が多々ありますが、ボスの使い回しが気になるので4。難易度は簡単な部類に入ると思うので2。これらを加味して、おすすめ度は3としました。このゲームに向いている人は、ソニック初心者の方、ストーリーを重視しない方、ゲームをやりたいけどあまり時間が取れない方、などです。逆に、ソニックのストーリーやキャラクターが好きな方や、ある程度の高難易度ステージを求めている方、ソニックのキャラ編が受け付けない方などには、このゲームは向かないと思います。ソニックの入門編的なゲームってことか？そうですね、ソニックを初めてやる方にはおすすめの一本です。ただ、ソニックはもっとかっこいいということは頭に入れてプレイしてほしいです。また、このゲームのやり込みや、DS 版との比較などはマニア編として別動画にまとめる予定です。リマスター版の、ソニックカラーズアルティメットに関する動画も随時投稿していこうと思っているので、楽しみに待っていてくださいね。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。